ゲームの開発中に作られたけども、日の目を見ることのなかったデータたち。ゲームを解析すると、そんな没データが消されずに残っていることがあります。ゲームによっては、印象が大きく変わってしまうようなものが残っていることも。今日は、そんな没データを私たちと一緒に覗いてみましょう。ことの葉姉妹の没データ散歩、ソニックアドベンチャー。ソニックアドベンチャーは、1998年12月23日に発売されたドリームキャスト用ソフトや、2003年6月19日にはゲームキューブ版も発売されました。後に Windows、PS3、Xbox 360、Steam にも移植されたで。そんなソニックアドベンチャーの開発はソニック RPG という構想から始まりました。実際に RPG が作られることはなかったけど、3D ゲーム機ではストーリーを表現できる性能があったから、ストーリーに力を入れたゲームを作ることに決定したで。当初はセガサターン用として開発されていましたが、開発の途中で次世代機であるドリームキャストの存在がチームに伝えられます。開発チームはセガサターンで作っていたものを全部捨てて、ドリームキャストで一から作り直すことに決定したで。セガサターンで作られていたソニックアドベンチャーのプロトタイプは、ソニックジャムというゲームにソニックワールドとして収録されています。開発が進んでいくうちに新しいプレイスタイルが考え出されて、それに合わせて新しいキャラクターが作られることになったで。一つ目のキャラクターは E102 ガンマ。ガンマはシューティングをメインに据えたキャラクターやが、ソニックの世界観で銃を使っていても不自然ではないようにデザインされたそうです。二つ目のキャラクターはビッグ・ザ・キャット。マイペースなキャラクターを作りたいということになり、ビッグが作られたそうです。他の5人のゲームプレイは激しいものだったから、ゆっくりしたものを作りたかったらしいで。ソニックアドベンチャーが実際に発表されたのは、1998年8月22日に開催されたソニックアドベンチャー制作発表会でのことでした。この発表会で公開された映像には、製品版と違う部分がかなり多いで、違う部分が多すぎて全てを紹介することはできないので、大きく違う部分だけを見てみましょう。まず、ウィンディーバレーが全く違うステージになっとるで。道が広く、走りやすそうなステージになっています。製品版と違って、ビッグとエミーがウィンディーバレーにおる場面もあるで。次。トルネード号に乗っているソニックとテイルスがシンプルなものになっています。この二人のモデルはソニックジャムで使われていたものと同じものみたいやで。また、スカイチェイスでドラゴンと戦っている場面もあります。製品版では戦う相手はエッグキャリアやな。次。E シリーズが全部同じ見た目をしとるで。製品版では色違いになっています。どれがどれだか分かりにくかったから変えたんやないかな。制作発表会で公開された映像以外にも、発売までに様々なものが公開されていました。オートデモって呼ばれる店頭デモと雑誌とかで公開された大量のスクリーンショットが存在しとるで。オートデモはプロモーション用にゲームストアに配られたもので、発売の約2ヶ月前に作られたものです。このデモディスクでは自動プレイの映像を見ることができるで。本来プレイ不可能なものなのですが、解析された結果、改装されて実際に遊べるようになりました。製品版と違う点が多くあるから、実際に見てみるで。まず、このバージョンには、製品版には存在していないテストステージと、開発中のウィンディーバレーのデータが残っています。ただ、これらのステージは読み込もうとすると、ゲームがクラッシュしたり、表示がおかしくなったりするで。PC 版ソニックアドベンチャーデラックス用に移植されたものが存在しているので、そちらを見てみましょう。まずはテストステージから。一つ目は、プラクティス1というテストステージです。このテストステージには、階段、細い道、坂、スロープ、円盤、円錐、ループなんかが置いてあるで。オートデモで読み込もうとすると、クラッシュしてしまいます。次。二つ目は、プラクティス2というテストステージです。このステージには、ボールのような穴、ハースパイプ、ドーム状の突起、円錐、起伏の激しい地面、半分しか見た目のないパイプ、レールなんかが置いてあるで。レールの上を転がったりすることはできません。このステージも読み込もうとするとクラッシュするで。次。3つ目は、プラクティス3ってテストステージやで。このステージには、乗ると自動的に走り出す足場と、見えない運転が置かれています。このステージはオートデモでも読み込むことができるけど、グラフィックがおかしくなるで。次に、開発中のウィンディーバレーを見てみましょう。オートデモには開発中のウィンディーバレーのモデルが残っとるで。ただし、テクスチャが不足しているため、読み込もうとするとクラッシュしてしまいます。このデータを元に再現されたものがあるから、それを見てみるで。このウィンディーバレーは、制作発表会の映像で使われていたものと同じステージのようです。
全体的に開けているかなり広いステージやで、ステージの何もかもが製品版と違うので、全てを紹介することはできません。動画説明文にこのステージのプレイ動画を貼っておくから、興味がある人は見てみてな。次に、製品版とは違う画像ファイルを見てみましょう。まず、オートデモの HUD は製品版とは若干違うものが使われとるで。製品版には存在していないレベルという項目が存在しています。このレベルに何かが表示されることは特にないで。ビッグの HUD はウェイトが 12345g で固定されていて、リングの枚数の表示がされません。左下の残機表示はないで。代わりに右上のルアーアイコンが残機表示になっています。プレイ画面の他には、ポーズ画面も違うものになっとるで。製品版とは全く違うデザインのメニューが使われています。仮置きのメニューだと思われるで。スタート、ゴールと書かれている未使用の画像もあります。開発の早い段階で作られた画像らしいで。早い段階で作られたけども、結局使われなくなった画像でしょう。いくつかの音声は製品版とは違うものが使われとるで。順番に聞いてみましょう。まずは各キャラクターの落下ボイスから。うわソニックうわうわうわソニックを選択した時の音声も残っとるで。オートデモではキャラクター選択がないので、実際にデモ中に流れることはありません。Let's get them! Let's get them! ソニックが敵にやられた時の音声データも残っています。データは残っとるけど、オートデモ内ではこの音声は使われてないで。No! ソニックがゴールした時の音声も残っています。Yeah, it's okay! Yeah, it's okay! It's sweet! It's sweet! Hey, pump it up! Hey, pump it up! この他にも製品版と少しだけ違う BGM とかボイスが残っとるけど、長くなりすぎるから省略するで。ステージや BGM の細かい違いなどに興味がある方は、説明文にオートデモの詳細が書かれているサイトを貼っておくので、見てみるといいですよ。ここからは、製品版ソニックアドベンチャーのボスデータを見てみましょう。まずは未使用グラフィックから。未使用のストップウォッチのアイテムです。敵を止める、もしくはガンマステージで制限時間を増やすようなアイテムだと思われるで。次。トルネード号2の体力バーです。実際にはスカイチェイス2でもスカイチェイス1と同じものが使われとるで。使われていない理由は不明です。次。未使用の蝶の干渉やで。製品版で使われている干渉と比べると、どのような干渉なのかが分かりにくい印象を受けます。一目見てわかる干渉だけが使われることになったんだと思われるで。それじゃあ次。未使用のスプリングのモデルです。実際に使われとるスプリングと比べると、かなりシンプルなデザインをしとるな。ソニックジャムで使われていたスプリングと同じもので、ゲーム内に残っている唯一のソニックジャムの素材です。開発初期に使われてたデータの残りだと思われるで。次。オートデモで使われてたルアーのアイコンやで。開発中のデータの残りでしょう。同じくオートデモの残りデータとして、星の書かれたパネルが残っとるで。この星のパネルは、オートデモではジャンプタネルの着地地点に置かれていました。製品版では着地地点には何も置かれてないで。次。S、A、B、C と書かれた文字です。これはオートデモの HUD のレベルの部分に使われる予定だった文字じゃないかって言われとるで。開発中のメニュー画面関係の画像も残っています。まずは開発中のタイトル画面の画像から。製品版のタイトル画面とほぼ同じですが、右下にベータバージョンと書かれています。次はカミングスーンって書かれとる画面や。この画面はオートデモのステージ終わりに使われていた画面です。同じくオートデモのロード画面も残っとるで。仮置き段階のポーズ画面も残っています。これらのオートデモの残骸以外にも、一つ面白いものが残っとるで。それは VS テイルスと書かれている画像です。ストーリー中にテイルスと戦う場面はどのキャラクターにもないから使われてないで。元々の予定では、テイルスと戦う場面が存在していたのかもしれません。
最後の未使用画像は、開発スタッフの上川裕二さんがリアルな青いハリネズミの絵を持っている写真やで。この写真は、制作発表会で使われていた映像の撮影中に撮られたもののようです。写真の右端に写っとる人が制作発表会の映像の撮影をしとるんだと思うで。このゲームにはトゥインクルサーキットというミニゲームがあります。ゲーム中は一つのコースしかプレイできないけど、未使用のコースのデータが残っとるで。順番に見てみましょう。一つ目はサンバ GP って呼ばれとるコースや、ドリームキャスト版ではインターネットにつないでダウンロードすることで実際にこのコースをプレイすることが可能でした。ドリームキャスト版ソニックアドベンチャーには結構多くのダウンロードコンテンツが出てたみたいやで。このサンバ GP はその無料追加コンテンツの一つだったようです。次のコースからはダウンロードコンテンツとしてもプレイできない完全な未使用コースやで。このコースを含めて全部で5つあります。少し時間がかかるので次のコースからは映像を2倍速にします。動きが激しいから酔いやすい人は気をつけてな。それじゃあ次のコース。2つ目は段差とダッシュパネルが多めのコースや、全体的なステージ構造は元々のトゥインクルサーキットと似ています。途中の2連続直角カーブがちょっと難しいくらいで特別変わった部分のないコースやな。それじゃあ次のコース。3つ目はジャンプパネルで壁を登っていくのが特徴的なステージです。この壁を登っていく仕掛けはこのステージ以外では使われてないで。壁登り以外は極めて普通のコースです。それじゃあ次のコース。4つ目は一周でぐるっと大きな輪を描くようなコースや、直角カーブが一つもなくてとても走りやすいコースになっています。高速で走り抜けるのが楽しいコースやな。次。5つ目は直角カーブしかないコースです。さっきのコースとは正反対やな。使っているキャラによってはとても難しいコースになります。これらのコースのデータは全部ソニックアドベンチャーデラックスにも残っとるで。もしかしたらソニックアドベンチャーデラックスでプレイできるようにする予定があったのかもしれません。ここからはゲーム内に残されているデバッグ用の機能を紹介していきます。このゲームにはデバッグ用のステージセレクトが残っとるで。ベータバージョンと書かれたタイトル画面がなぜか左右反転しているこの画面がデバッグ用のタイトル画面です。この画面で X と Y を同時に押すとデバッグ用ステージセレクトに入れるで。このステージセレクトでは好きなキャラクターで好きなステージをプレイすることができます。このステージセレクトの中にプラクティス1ってステージがあるけど、残念なことに選んでもヘッジホックハンマーが始まるだけでテストステージはプレイできないで。もう一つ同じようなデバッグメニューが存在していて、こちらからも好きなステージを選んでプレイすることができます。こっちのステージセレクトにはプラクティス2と3があるけど、選んでも何もないステージに飛ばされるで。デバッグ用タイトル画面でスタートボタンを押すと、開発中のキャラクターセレクト画面が出てきます。この画面は、1998年の東京ゲームショウで使われていたものだって言われとるで。わかりにくいですが、制作発表会の映像でもよく似ている画面が使われていたことが確認できます。右上の Choose Your Body の文字がどっちも同じやな。この画面でキャラを選ぶと、専用のチュートリアル画面が出た後ストーリーが最初から始まります。未使用のローディング画面もここから始めると表示されるで。ソニックアドベンチャーには様々な未使用音声が残されています。そんな未使用音声をここからは聞いていくで。まずは放置時の音声から。放置音声はプレイ中にしばらく放置した時に流れる音声やで。この音声はボス戦などにも用意されていますが、ボスが攻撃をしてくるので通常は聞くことができません。実際に聞いてみましょう。シュッ、砂が目に入っちまった。なんだこいつ、不死身か。何をやっても無駄だぜ。ナックス、どうしたんだ。ヘイ、今度は逃がさないぜ。ナスベード、結構やるね。弱点はどこだ。お遊びはここまでだ、エッグマン。この砂柔らかくて滑りやすいや。これがエッグマンの要塞だね。負けるもんか。ちょっと待ってよ、水の化け物め。このロボット何か違う。僕だって一人でやれるんだ。ここが奴の。たっぷり礼は返すぜ。エメラルドを渡せ。往生際の悪い野郎だ。今度こそとどめを刺してやる。絶対許さないんだから。ターゲット確認。青いハリネズミは敵。
ベータ。あれが奴のコアか。エメラルドの本当の力を見せてやる。各キャラクターのセガ、ソニックチームの音声も残っとるで。セガ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 。セガ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 ソニックチーム。ソニックチームソニックチーム。ソニックチームソニックチーム。ソニックチーム。ソニックチームじゃ。ソニックチームじゃ。ソニックチーム。ナックルスが敵にやられた時の音声が残っています。製品版ではナックルスが敵にやられた時は無音やで。ここまでか。次にストーリーの未使用音声を聞いてみましょう。いいぞテイルス。対ショック、対先行防御。ヘニーエッグマンのロボットめミスティックルインに向かったな。エミーはあの中か。待て。懲りない奴らじゃ。またしても撃ち落とされたいようだな。ソニック奥の手を使うよ。舌噛まないようにね。What？ わかったよ。いろいろあったみたいだな。エミーわかったよ。いろいろあったみたいだな。おのれソニックめ、これまでいつもわしの前に立ちふさがりおって、そして今回もエッグキャリアを破壊しカオスを倒し、天津さえ我が基地までも壊滅に追い込むとは。こうなったら奥の手を見せてくれるわ。今度という今度は終わりだソニック。今度という今度は思い知らせてやるよ。何度やっても No way 無駄だってことをな。ぐぞー、このままで済むと思うなよ。おっとと来やがるってんだ。ソニック発見。ソニックテイルスイエーイエーイ I made it。 やったね。なんだありゃ。おお、逃げろ。待ってくれ。大丈夫か。なんなの。怖いよ。助けて。なんで。大丈夫かな。何よ。いやー、太ってる。やっちまえ。あんなやつに負けるな。うわ、大きい。強そう。負けるな。テイルス頑張る。やっつけろ。やっちまえ。おお、イエーイイエーイ。おお、かっこいいな。いざテイルス。やったよかったわね。助かった。マスターエメラルドを元に戻すのが先だ。早く行け。エッグマン叩かない。ハリネズミ叩く。また来ることになるとは思わなかったな。こんなとこにまだいるのかしらね。あなたの兄弟たち。今上の方から声が聞こえなかった？行ってみよう。カエルさん？どういうこと？あちこち壊れてる。カエルくん、あのロボットめどこ行っちゃったんだ。あ、いた。カエルくん、今助けてあげるからね。何ああ、元に戻ったんだね。さあ、ここから逃げようよ。なんじゃガンマ、こんな訓練場もクリアできないとは。仕方ない、もう一度じゃ。ほれ行ってこい。以降ベータ、ガンマの両機はエッグキャリア艦内にて待機。それ変。俺の方がいい。
絶対これ。形の良さは俺のが一番だ。もうこの薄のろども、他のものは消えろ。目障りじゃ。ベータ、デルタ、イプシロン、ゼータ。どこ？後部甲板付近に E シリーズの存在を確認。全部甲板付近に E シリーズの存在を確認。 E101 ベータの確率 99.99%。 なんだあれは。どうした。おお、一体なんだ。光る。ソニック？そうか。カオスエメラルド。僕のお守り役に立つならこんなのが役に立つの？エメラルドにパワーが戻った。最後に興味深い未使用音声が残っているので聞いてみましょう。リングを50枚集めてジャンプ中にアクションボタンを押せばスーパーソニックに変身できるはずよ。リングの消費に気をつけて。この音声を聞く限りでは、パーフェクトカオス星以外でもスーパーソニックに変身できる予定があったようです。変身方法はメガドライブ版のソニックシリーズに近いものになっとるな。この要素が使われなかった正確な理由はわかりません。これは完全な推測やけど、ストーリーの都合上カオスエメラルドを早い段階で集められるようにしたくなかったんやないかな。最後にカオスエメラルドが集まって戦うというストーリーに決まり、要素として噛み合わなくなってしまったのではないでしょうか。以上で、ソニックアドベンチャーのボツデータの紹介は終わりです。また次のゲームのボツデータ紹介で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。